血流がいい人は、血流が良くなるべくしてなっているんです。人生学校です。今回は、堀江明義先生の血流がすべて整う暮らし方です。もう今回、とにかく血流良くしたい人必見、5万件を超える相談に親身になって対応してきた、血流がすべてですよ。という先生がまとめてくれているんですよ。そこで今日この動画で学べちゃうのはこの3つです。1、全身の血流をどんどん良くするための究極の3つの手順。2、全身の血流が良い人が絶対やらない究極の3選。3、これから全身の血流をどんどん良くするためにやると良いこと究極の3選。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。1、全身の血流をどんどん良くするための究極のランキング3選。第3位、体を動かす。血を流すためにどうしても欠かせないことがあります。それは、体を動かす。なぜかというと、血液は構造上、体を動かすことで血液が流れるようになっているからです。例えば、第二の心臓と呼ばれているふくらはぎの筋肉を動かす。これとってもおすすめです。また、朝公園まで散歩したり、夕方ヨガのポーズで有名な猫のポーズをして背骨のストレッチをするというのもおすすめです。猫のポーズといえば、四つん這いになって背骨を丸めたり反らせたりするあれです。さらに深呼吸をして一日をゆったりと楽しく過ごすと血液は最高に流れやすくなります。例えば寝る前に4秒間吸って8秒間で吐き切るというのはやりやすいですよ。第2位、眠る。しっかり眠ることで血を作って増やすことができるんです。なぜ睡眠をしっかりとると血が増えるのかというと、漢方では血は陰陽でいうところの陰そのものだからです。そして陰は時間帯で言うと夜、つまり血は夜にしっかりと作られるんです。だからこそできれば夜23時までに眠りにつきたいところ、そしてできれば睡眠8時間程度は取りたいところです。厚生労働省の調査では、理想の8時間以上睡眠が取れている人は全体のわずか 8.2%。ちなみに世界主要国29カ国の平均睡眠時間を比較したデータでは、1位は南アフリカで平均睡眠時間が9時間超え。この主要29カ国の中で日本はほぼ最下位になるほど睡眠時間が短いんです。1位の南アフリカと比べるとなんと1時間30分以上も少ない。Oh, it's amazing. ちなみにアメリカ人はだいたい5位とか6位でしたので、しっかり睡眠取れています。日本はビジネスに多忙な国民だから睡眠が短いというわけでもないんです。起きた時どうにか起き上がっているとか、だるくて仕方ないわなんてことありませんか？これ要注意です。起きた時気持ちよく目覚められていないというのは疲れが取れていない証拠。これ血がしっかり作られて増えていない状態なんですよ。第1位、食べる。これめちゃめちゃ大事なことなんですけれど、そもそも血の原料を取り入れないと血流良くならないんです。血が少ない状態でいくらサラサラ血液にしたところでちょろちょろしか流れないからです。だからこそまず第一に何と言っても血の原料となるものをしっかり食べることが最優先なんです。漢方では血を運ぶには気のエネルギーが関係していると言われていて、この気自体も食べ物が原料です。つまりしっかり血を作るものを食べると血が作られて気のエネルギーも補充することができます。では血の原料となる最も大事なものは何かというと、それは鉄分です。鉄分。今、隠れ貧血の人めちゃめちゃ多いんです。
ちなみに鉄分はフェリチンという検査数値で判断されるんですが、欧米ではこのフェリチンが 100mg/ml 以下になると鉄不足と判断されます。この基準を厚生労働省の調査に当てはめると、現代の日本人女性のなんと約 85% が鉄不足なんです。Oh my god! うつパニックは鉄不足が原因だったという本もあるくらい鉄分大事なんです。そして血を作るにはタンパク質も大事なんですよ。この大事なタンパク質と鉄分をしっかりとって血を補う作用のある簡単にできるおすすめな食べ物はもうね、断然チキンスープです。ちなみに漢方ではこれも大事と言われます。作った木を漏らさないこと。では木を漏らさないためにどうしたらいいかというと、それは特にこの2つなんですね。1つ目、胃腸に負担をかけないようにお腹を空かせてから食べる。2つ目、夕食を軽めにする。チキンスープ飲んで夕食は軽めにして朝までは食べない。するとどんどん血流が良くなります。試しに1ヶ月やってみませんか？ぶっちゃけ血流が変わって大げさではなく人生が激変する可能性あります。2、血流が良い人が絶対やらない究極の3選。1つ目、夜更かし睡眠不足。そもそも睡眠不足だと血は増えないんです。睡眠は血流を良くするために最優先事項と言っても過言ではありません。さすがに23時までに寝なくても、多少睡眠不足でも別にいいっしょ、と思いがち。ですが、これ漢方的には致命的なんです。ちなみに睡眠こそ最強の解決策であるに書かれている実験では、睡眠不足がネガティブな感情を強化すると言います。扁桃体という怒りや恐怖、攻撃性の感情と深く関わる脳の部位の反応が睡眠不足の人ではなんと 60% も強くなってしまうんです。睡眠不足は血流が悪くなるばかりではなく、カッとなって感情が暴走しやすくなります。日本の女性は特に男性よりも平均20分も睡眠時間が短いというデータがあります。ですので睡眠を1日のうちの最優先タスクにしておきたいところです。2つ目、水を飲まない。大量のお酒を飲む。大量のお酒が血流にとって良くないことはイメージ湧きますよね。ですが、例えば日本酒やワインを程よく飲むのはむしろ血流を良くします。適度に飲む。意外と簡単ではないかもですが、めちゃめちゃポイントなんです。それに加えて血流の良い人は水を飲む習慣があります。中でも朝一杯の水を飲むのはすっきりと快便にするためにめちゃめちゃおすすめです。便は体からのお便りです。体からのメッセージは便を見れば一目瞭然。ちなみに理想の便はバナナ状で明るい茶色、匂いがあまりないものです。そして最も大事なのはこれです。水に浮かぶかどうか。水に浮かんでいれば善玉菌が多い良い状態。食物繊維がたっぷり取れているサインです。ちなみにコロコロしたウサギのようなうんちの場合は強いストレスのサインですので、早めに仕事を切り上げたり休みをきちんと入れるようにできると良いんですね。体からのサインを見逃さない習慣がうんちチェック。朝一杯の水を飲んでお酒は適度にして食物繊維を適度にとって日々のうんちチェック楽しくやってみませんか？ 3 つ目、食べ過ぎプラス湿邪。特に夏至、つまり6月21日頃は昼が長く夜が短い日。特に気をつけないといけないのが湿気なんです。この時期は漢方でいうところの湿邪といって体に湿気が入り込む。これに気をつけた方がいいんです。なぜかというと体のだるさにつながって食欲がなくなったり下痢をしたりしやすくなるからです。
この時期にさらに食べ過ぎてしまうと、胃腸に負担がかかってしまって、しっかりと血が作られなくなってしまいます。だからこそ、梅雨の時期には特に食べ過ぎ、気をつけましょう。3、これから全身の血流をどんどん良くするためにやると良いこと、究極の3選。1つ目、自分の1日の時間の流れを知る。今すぐやるといいのは、自分の1日の時間の流れを知るです。なぜかというと、1日の時間の使い方を変えると、人生自体が変わるからです。毎日無理をして頑張りすぎて、リラックスタイムがほぼない1日になっていませんか？漢方では睡眠やリラックスなどの時間を陰、仕事や活発に活動している時間を陽と言います。この陰と陽の時間が同じくらいだと、心と体が安定してくるんです。半々がちょうどいいわけです。もしかしたらあなたも自分の体酷使しすぎていませんかね？毎日を最高に心地よい一日にするためには、現状の睡眠時間やリラックス時間をしっかり把握して、もし陰の時間が少ないようなら増やしてあげればいいんです。すると血流も良くなって人生がめちゃめちゃ良くなります。あなたが毎日していることで機械や人に任せられること、何か一つ探してみませんか？ 2 つ目、毎朝の味噌汁。漢方的に一日の中で食事をするのに最も適した時間は朝です。そしてこの朝に味噌汁を飲む習慣、めちゃめちゃ簡単で効果抜群です。味噌に含まれる大豆イソフラボンは腸内でエクオールという成分に活性化されます。このエクオールはカッサカサの肌を潤いたっぷりにしたり、抜け毛を減らします。味噌汁といえば大事な見逃せないポイントがあります。それは毎日続けて食べるです。なぜなら大豆を餌にする善玉菌は餌がない状態が続いた腸内から消えていってしまうからです。実際にある調査によると70代以降の世代ではお肌を潤いたっぷりにするエクオールを作れる人が半分以上いるのに対して食習慣が欧米化している10代では 20% 台にまで落ち込んでいます。食生活の変化によって大豆製品を食べる若い人が減っているからではないかと言われています。悪いことを言わんから毎日味噌汁飲んどきな。ちなみに血流たっぷりになる味噌汁に入れる具のおすすめは人参、ほうれん草、鶏肉、卵、椎茸、山芋、黒ごまです。3つ目、30分以内の昼寝。30分以内の昼寝をすることで認知症の発症が抑えられたり、心臓の冠動脈疾患で死亡するリスクが 37% 抑えられるという実験結果があります。ギリシャの心臓専門医らによる研究では、24時間血圧計で測定を続けたところ、昼寝をしたグループとしなかったグループでは、最高血圧が 5.3mmHg 低かったというデータもあります。これはアルコールを控えたり、高血圧治療薬を少量服用した時の効果に匹敵するほどの効果。漢方的にも陰陽の転換点である正午の後は休息することを体が求めている時間です。できれば15時までに30分以内に留めるのが効果的。なぜかというと、それ以上寝てしまうと夜の睡眠に影響を与えてしまうからです。とすると、こんな感じが実行しやすいかもしれません。23時頃に寝転んで朝7時に起きる。昼過ぎには15分程度の仮眠をとる。全体めちゃめちゃ簡単にまとめると、毎朝味噌汁を飲み、チキンスープを食べて夕食は軽めに。朝は散歩、夕方は猫のポーズでストレッチ。夜23時には横になり、7時くらいまで眠るです。おまけです。冷えと血流悪化を手っ取り早く改善する方法。2つの北海道でお腹と腰をサンドイッチするです。この方法、カイロサンドイッチといって、おへその下、指4本分下あたりと、お尻の割れ目の上あたりにある仙骨に北海道を貼る方法です。冷えと血流悪化は、あらゆる婦人科系の病気を生み出す原因だからですね。おまけ2です。血をしっかり増やす簡単なチキンスープの作り方。
沸騰したお湯に手羽先または手羽元とお酒を少々入れ10秒。湯を捨て、流水で汚れを取り除く。今度は水に先ほどの鶏肉と昆布、ネギ、生姜を適度に入れ沸騰させる。沸騰したらアクを取り、蓋をしたまま30から40分煮る。ちなみに味噌汁、毎日2杯飲むと良いみたいですね。乳がんの発生率が味噌汁1日1杯以下の人よりも1日2杯の人で 26%、1日3杯以上の人で 40% も減少するという研究結果があるんですよ。他にも胃がんの発生リスクを下げるとか、老化防止するとか、血圧低下作用があるという研究結果も取り急ぎ、毎日味噌汁飲んどきなって言っておきたい。2回目でした。味噌汁はスーパーで売っているインスタントのものでも全然 OK だそうですよ。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、早く読んでおけばよかった、最高と感じた本のまとめを10分程度で1週間に1本配信しています。有益な情報と感じるものだけを厳選しています。10分で人生を変えたい方はぜひチャンネル登録お願いします。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合はクリックしてみてくださいね。今回の血流がすべて整う暮らし方、興味のある場合はぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは血流を良くすることで人生が劇的に変化します。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。